新年明けましておめでとうございます。今年こそ洋裁を始めてみたいなという方や、今年は裏地付けに挑戦してみたいという方に向けてちょうどいいパターンを見つけてきたのでご紹介したいと思います。それがこちらの M パターン研究所さんから出ている V ネックジャンパースカート、商品番号 M221 です。こちらのパターンに裏地をつけて縫っていくんですが、もちろん裏地をつけなくてもできるので、ぜひ挑戦していただければなと思います。こちらのパターンには1つが説明書、残り2枚にパターンが書かれているような形です。今回私は説明書書きに書かれている手順と少し違うやり方でやってみようと思うので、ぜひこの動画も参考にしていただけたら嬉しいです。それではまずパターンを写していくところから始めたいと思います。パターンの端と紙の端を合わせておくと、ここは写す必要がないので楽です。最近キャンドゥという100均でこれを買いました。透明で和の記号を書くときにすごく便利です。半分のところに切り込みが入っているので、布端に合わせてちょっとこの辺ミスしてしまったんですが、綺麗に和の記号が書けました。裏地をつける場合だけ見返しのここに縫い代をつけます。これが元のパターンの線で縫い代を1センチつけました。裏地をつけない場合はこの作業は不要です。身ごろと見返しを写し終わったら裏地のパターンを作っていきたいと思います。まず見返しのパターンを置いて、身ごろのパターンを上から敷いて合わせます。先ほど足した縫い代の線ではなく、出来上がりの線を上から写していきます。写した見返しの線よりも下側が裏地のパターンになります。裏地のパターンが写せました。裏地の裾はスリット止まりよりも 1.5 センチぐらい上にしました。裏地も1センチ縫い代を追加していきます。1センチ追加しました。すべてのパーツが写せたので切っていきたいと思います。それでは続いて接着芯を貼っていこうと思います。広げて型紙を置いてそれでは貼っていきたいと思います。接着芯のコツは温度と圧力なのでグッと、そし
してある程度の時間をかけてアイロンしていきます。綺麗に接着芯がつきました。それではミシンで縫製していきたいと思います。中表に合わせていきます。このまんまだと結構カーブがきつくて留めるの難しいと思うので、そういう時はちょっとだけ切り込みを入れてあげると可動域が広がるのでピンで留めやすくなります。こんな感じですね。生地が伸びるので。やらかしました。こっちが正解です。これ本当はこっちにつけなきゃいけないんですが、ここに縫い付けちゃいました。裏地と身ごろを合体しました。そしたら肩と脇をそれぞれロックミシンしていきます。表身ごろもまとめて肩と脇をそれぞれロックしていきます。表地と裏地を合体させます。まず襟から縫っていこうと思います。袖ぐりが縫えました。そしたらそのままひっくり返したりせずに袖を縫っていきます。縫えました。袖ぐりと襟ぐりをそれぞれ縫ってきました。ここからがポイントです。ここをこう少しずつこっちの布を表地に流していきます。ある程度押し込めたら裏地と表地の間に手を入れてで引っ張ってあげます。この前身ごろを持ちながら引っ張ると引っ張りやすいです。こんな感じで出せたらあとは引っ張り出していくだけです。ちょっと厚手のウールにしてしまったのでかなり大変です。薄手の生地ならばそんなに大変じゃないんですけど、出てきた。そ
それでは脇を縫っていこうと思います。広げるとこのように一直線になっているので、裏地と表地そのまんまダダーッと縫っていきます。そしたら裏地のスリットの空き止まりから表地のスリットの空き止まりまでダダッと縫っていきます。